皆様、本日は久しぶりこちらの油揚げを使って油揚げに入れて焼くだけで簡単で超うまいえのきと豚ひき肉のカリカリ揚げ焼き作っていきたいと思います。はい、やっていきます。ではまずこちらのお揚げの中に入れる種の部分作っていくんですけれども、ニラ、これ少量です。1本分もないやつですね。1本分、少量のニラ1本分もある。そう1本もある。じゃあニラをみじん切りにまず半分に切って、はいやっていきます。俺その音超好き。ASMR タイム。じゃあニラこれも水洗いしてるのでボウルに入れといちゃってください。そしたらお次はえのき。みんな大好きえのきです。はい。でえのきはね特に水洗いは必要はないんで結構ねざく切りにしていきます。これくらいにしよう。はいはいはい、こんな感じでざく切りで、多分上はねほどけなかったけど、全部これもニラと一緒に入れて、これをまだちょっと固まってる部分は適度にほぐして入れてあげてください。いやこれがね食感とうまみを追加してくれて美味しいんですよ。えのき麻婆もめっちゃ好評だよ。いやマジで美味しいもん。一回食べてみるとね、本当にうまみがねすごいんだよね。また食べたくなった。また食べたくなった。それを言うと今から目にエコする。豆腐あったよなでも多分今回用意したやつで麻婆あん作って豆腐でも絶対美味しいよね。ニラが追加されてる状態で。料理って楽しい。じゃああと包丁の作業を終わらせておきたいので、あとはこちらの油揚げ。こちらは僕ね以前納豆とかでもやったと思うんだけど、この状態で焼くよりもひっくり返して焼いた方がカリッカリになるんですよ。なんでまず油揚げを真ん中からカットしちゃって、こちら中開いてる状態なんだけど、これをひっくり返しちゃいます。これはもう絶対やってほしいよね。この作業やるだけでマジでね食感が全然違うから。こんな感じでお揚げはひっくり返してあげてください。じゃあこれでちょっと包丁を使う作業が終了なので、種の続き、こちらに豚ひき肉、今回 200g です。で今回は豚を使うんですけれども、鶏とかでもいいよ。ちょっと牛は違うかなと思うんだけど、あんまり癖のないね鶏ひき肉とかでも大丈夫。ももでも胸でもミンチなら大丈夫です。はい。そしたらここに味付けしていきます。まず塩コショウ少々なんですけども、これをこっちの味付け塩コショウでいっちゃいます。シャ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 っと。では塩コショウしたらここにいつものあごだし小さじ1杯で、お次はみりん、こちらを小さじ2杯入れます。今回はお酒も使わないし、あとお砂糖もね抜いて低糖質にしたいので、ここはねちょっとみりんで代用。お久しぶり、こちら桃屋の刻みにんにく。久しぶり。最近あんまり結構フレッシュなの使うこと多かったもんね。確かにこれでも十分美味しいしね。これ何よりねざく切りにしてあるのがね食感として最高なんですよ。ただチューブでもいいですよね。今回はこれを使うんだけど、もちろんチューブでも代用可能です。こちら小さじ1杯、小さじ1杯。はい。で今回は生姜は普通のちょっと桃屋の刻み生姜が切れてました生姜はこちらにします。こちらも小さじ1杯。オイスターソース、こちらは小さじ2杯で、あとここに豆板醤と XO 醤を入れようと思うんですけど、これは別にねなくても、辛いのが苦手な方は豆板醤抜いてもいいし、 XO 醤はねほんとうまみが詰まってるんですけれども、なかったら入れなくても大丈夫。十分です。XO 醤を小さじ1杯ほど、小さじ結構味濃いから小さじ1/2ぐらいでもいいかもしれない。で豆板醤も小さじ1/2ほど。はい。これはねほんと隠し味とやっぱ辛みうまみをね追加してやみつき度合いを足したいので入れてるんだけど、なくても十分美味しいのが仕上がるのでね。はい。
しゅんさんが全部ひっくり返してくれました。ありがとうございます。完璧ですね。俺これやってる最中よく破くんだよね。でも確かにね、中開いてるやつなんだけどひっついてるから、そうそれを剥がす時にねこうちゃんの場合多分ねビッてやるんだよね。あーってなる。じゃあこちら全部よーく揉み込みます。で結構ね味の濃い調味料入れてるんで、なじませるとえのきとかちょっとニラから水分が出てきていい感じにまとまってくると思います。で軽く味付け塩コショウしたんだけど、僕ちょっとだけ黒コショウだけ少し足します。お塩は大丈夫なので。ブラックペッパーが好きなんです。じゃあこちらで種は完成で、あとは簡単です。こちらのお揚げに先ほどの種を結構しっかりめに詰めちゃって、たっぷりとちょっと口が閉まるかなぐらいで、よいしょ、これくらいギュッと詰めれば、今だったら大さじ2杯分ぐらいはすくえましたね。そしたらここに口を閉じるようにパスタ使います。でよいしょ、多分ね2つ分ぐらいしてるから、まず1回刺した後最後ここら辺まで刺しちゃえば崩れることはないので、あとはピッと折っちゃえばこれで軽く口は縛れます。で焼いてる最中にねパスタが水分吸ってくれて食べられるので、これで中身がこぼれる心配はなく綺麗に包み終わりました。じゃあこんな感じでどんどん中に詰めてパスタで口を閉じていきます。で全部包み終わったので焼いていくんですけど、今回僕たちは米油を使うんですけれども、サラダ油とかでも大丈夫です、全然。でちょっと多めにね、気持ちそしたらこやつらを入れていきます。OK、 全部入った。でちょっと普通にもう押さえつけてまんべんなくね焼き色が入るようにちょっと潰してあげて大丈夫です。はい、で一面全部ちゃんとついたかなぐらいになったら火は中火で蒸し焼きにして、ちゃんとしっかりとね中まで火を通したいので、揚げ焼きだし蒸し焼きだしね。でこの状態でまず3分ほど、ちょっと様子を見つつね焼いていきたいと思います。で今様子見た感じね、2分ぐらいでいい感じに焼き色がついたので、一旦またちょっと2分でちょっと火弱めて、もう半面も焼いていきます。これ見て、めっちゃ美味しそう色。じゃあ先ほどよりももうちょっと弱めの中火ぐらいにして、一回蓋をして焦げないようにだけ注意して、2から3分ほど様子を見てあげてください。では裏面も今3分、裏面はしっかり3分弱火でやりました。でちょっと様子見ますね。裏面はもうちょっと焼き色はつけていいと思うので、そしたらここで火をちょっと中火に戻して、最後カリッと仕上げていきたいと思います。蒸し焼きにして中までしっかり火を通すのも大事なんだけど、やっぱね蒸してるとやっぱ水分がね上から落ちてくるので、その分ねカリッと仕上がりづらくはなるので、最後仕上げでカリカリに仕上げます。でね最後ひっくり返したりすると中からやっぱ肉汁が出てくるので、そこが跳ねるのでちょっと注意してね。じゃあ両面を合計1分から2分ほど最後蓋を外して火にかけて、表面がカリッと仕上がったらこちらで完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。はい、乾杯。
めっちゃ美味しい。では今回ポン酢とからし醤油用意してます。じゃあまずはポン酢からいっちゃっていい？オッケー。じゃあいただきます。はい。わ、うまみがすごい。これはからし醤油でいきます。いただきます。外がカリカリで中がコリコリでジューシーで、だけどなんかあっさりしててめっちゃ美味しい。これが低糖質とは思えないぐらいうまいね。本当に美味しい。いい？俺からし醤油も食べてみたい。やばい。どう？うまくない？あとこれさ、いくよ。もう何もつけなくても美味しい。なんだろう、噛んだ瞬間にこうちゃんの今の音だと怪獣はみたいな感じなんだよね。わかりやすく言うとほんと小籠包を噛んだみたいな感じの、ほんと肉汁とうまみがジュワーっとこう口の中に広がる感じ。もうすごい香りもいいし、めっちゃ美味しいマジで。うわー、これでも何もつけなくてもうまい。いや多分どれもうまいな。これからし醤油やばいわ。おつまみにもいいけどご飯も進むよこれは。ずっと噛んでたい。いやマジで本当に豚ひき肉もすごいんだけどえのきだよね。その本当にまだね、中にコリコリっていうかさ、食感として全然残ってるわけよ。あと水分がすごい多いからさ、肉汁と合わさってもあるやん。マジ超うまいんだけど。ということで本日はですね、お揚げに入れて焼くだけでとても簡単にできるえのきと豚のカリカリ揚げ焼きをこうちゃんに作っていただいたんですけども、いや本当にね、噛んだ瞬間にカリッの後にジュワーっと本当にうまみがね口の中に広がってめちゃくちゃ美味しいです。で本当低糖質と思えないぐらいの食べ応えもあるんだけど、なんかねこのねからし醤油とポン酢につけて食べるとちょっとさっぱりする感じがするんだよね。なのでいくらでも食べられる感じで、今回ご飯食べてないんですけど、ご飯食べなくても全然満足できるので糖質制限されてる方にもおすすめですし、もちろんがっつりご飯と食べてもめちゃくちゃ美味しいです。やっぱねえのきのポテンシャルの高さがね改めて分かる料理だと思うし、こうちゃんのね味付けがねいつも通り本当にねピカイチに美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで本日は以上になります。コツはやっぱり一番最初に裏返すことだよね。繰り返しあれはねカリカリにするのがね。はい、ということで以上です。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。